アポロンも東の宮殿へと帰ったか。ならば私はセレーネとなろう。夜空をかけろ、月光の矢をターフへ放て。つまり俺はあの日からギムレットをベースに強さと速さを磨いてきたわけだ。走れ走れ走れ、ゆりかごにはまだ早い。今日の中距離戦模擬レース面白そうだな。シンボリクリシエスが出るらしい。この間マイル戦に出てた谷のギムレットも出るんだってね。この短期間でよく調整してきたよ。マイル戦での活躍は目覚ましかったからな。けど今回の距離だとどうだろう。スタミナも求められるだろうしねえ、もしかしてプレームシール大手にでも挑戦しているのかな。ここでも結果が出せたら相当の逸材だよ。でもねえ、スタートしました。谷のギムレット中段の位置になります。俺は歴史を繰り返さない。永劫回帰を引き受けはしない。谷のギムレットは外を回って中段から後位に向かって上がってくる。第4コーナーカーブから直線に抜けました。外をついてぐんぐん上がってくる。シンボリクリセウス、そして谷のギムレット200を切りました。外からは谷のギムレット、谷のギムレット、谷のギムレット突き抜けてゴリン。空が泣いている。私の勝利に歓喜して。来たか。そしておお、ジャッジメントは下された。おめでとう。お前には私に命定する才能がある。己を顧みろ。それを命定のほか何と呼ぶ。速い脈、上昇した太陽、理性の飛んだ2度目のラブレター。他でもない谷のギムレットを浴びたから。違うか。俺が私に思うイデアはガイアを酔わせる刹那の輝きであり、そのインカーネーションだ。ならば当然俺は側近たる担当トレーナーこそ最も命定させられねばならない。トレーナーも当然誰より私に酔える逸材でなければならない。
もしお前の脈一つ高められなかったなら、今二度目の断りを入れていたところだ。つまりならばやるべきことは一つだ。俺がお前をツイストしてやる。理解したならば慎んで受けろ。お前は谷のギムレットの専属トレーナーだ。さあ見えるか、この空に乾杯だ。長い旅路に史上のデストロイとビターズを。ギムレットにはまだ早すぎる。